はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は海外編の行ってきた動画になります。ということで、今回は台湾に行ってきたよ動画を撮りたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、このパートは私がただひたすら喋るだけになるので、先にね、どんなこと喋るかをお伝えして、それに興味がある方は、概要欄のとこにね、そこが何分ぐらいか載せるので、そちらを見ていただくか、もうホテルだけでいいっていう方は、この曜日は飛ばしていただいて、ホテルパート見ていただけたらなと思います。で、この動画は、まず、ホテルのね、動画なので、どのホテルに何泊したのかっていうことを、どうやって行ったのかっていうことを、滞在中、どんなところに行ったのかっていうことと、治安とかですかね、はい、感じたところっていう順番でいこうと思いますので、今順番に言いましたが、この順番喋りながら崩れる可能性ありますけど、そんなことを話そうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では早速ね、あんまだらだらなってもこういう動画は良くないと思うので行こうと思います。はい、まず、この台湾旅行では3泊しました。で、3泊は、1日目がシャングリラさんで、2日目がマンダリンオリエンタルさんで、3日目がW さんっていう3泊をしたので、この順番で今週の金曜日から3週間動画が上がりますということで、気になるホテルね、ご覧いただけたらと思います。はい。で、まずね、ホテルのちょっとねさすがに何にも喋らないってわけにもいかないんで、ホテルのね、写真だけ載せようと思うんですけど、シャングリラさんこんなホテルだよ。ちゃんと。で、マンダリンオリエンタルさんこんなホテルだよ。ちゃんと。はい。で、3つ目に、W ホテルこんな感じだよっていう感じですが、まずこちらの動画ではね、ちょっとあんま普段ホテル動画では話さないね、予約方法だけちょっと話そうと思うんですけど、シャングリラさんはシャングリラの公式サイトで予約をしました。なので他の代理店系ではなく、はい、シャングリラさんの公式から予約をしました。で、マンダリンオリエンタルさんはアメリカンエクスプレスのFHR っていうやつですね。で、予約をしてます。で、W さんはマリオットグループの公式アプリで予約をしました。はい。ということで、こんな感じですね。いろいろね、予約の仕方も変えたので、その印象も少しだけですが、シャングリラさんの公式で予約した理由は、あまり価格が変わらなかったというのと、シャングリラさんの会員ステータスがあったので、使ったっていう感じですかね。はい。で、これはね、そんなですかね。はい。お部屋のアップグレードは多分、眺望とかがちょっといいお部屋にしてもらえたんじゃないかなっていう感じで、予約したものかなっていう感じがしました。はい。で、マンダリンオリエンタルさんはファインホテルリゾートですね。なんでフリーって言ったのかわかんないですけど、アメリカンエクスプレスさんの、予約方法で予約しましたが、こちらは、レイトチェックアウトがちょっとこの日は欲しかったので、ちょっと会議をね、したのでっていう感じなんですけど、こちらで予約をすると16時のチェックアウトが確約されるので、こちらで予約をしました。で、朝食とかもつくのでね、はい、これはこれで良かったかなと思います。で、3日目は、マリオットさんのアプリで、普通にポイントでね、こちらはあったので予約をしております。ということで、そんな感じになりましたっていう感じですね。はい。で、行った交通手段ですが、交通手段はね、飛行機ですよね。それはそうだろうって感じですけど、フェリーっていうこともね、あり得るかなとは思いますが、交通手段言う必要なかったですね。はい。で、飛行機の会社は JAL で、こちらは今回はマイルで行ってます。はい。エコノミーとかだと2万マイルから3万マイルぐらいが、台湾の相場かなと思いますので、それぐらいだったかなと思いますね。はい。直接ね、日本のエアラインで行けるのは、結構ね、日本語も通じたり、日本のスタッフの方とかで行き帰りは、意外とね、ストレスフリーというか、リラックスできるっていうのもあるので、これはこれで結構いいかなと思いますね。はい、ということで、JAL さんで今回は行ってきました。で、台湾はね、2つ空港があるので、はい、しっかり見ていただいて、今回は基本的にね、台北市内に私はいたので、近い方にしましたが、そんな感じで行ってまいりました。で、ラウンジとかは、今回は特別ね、使ってないかなって気がしますので、はい、割と空港では、ギリギリではないですけど、ラウンジでの時間はなかったかなと思うので、ラウンジ紹介できなくて申し訳ないですが、そんな感じで、フライト時間は
まあね、宮古島とか石垣島からそんなにね、遠くないので、3時間くらいですか、3時間から3時間半ぐらいのフライトだったと思いますね。ちょっと調べてね、正確に出そうと思いますが、まあすぐですよね。3時間から3時間半のフライトは上に行って飲み物飲んでちょっとのんびりしてたら割とね着くかなっていう感じなので、フライトの疲れもそんなにないかなっていう感じがしました。はい。で、まあ、移動手段そんな感じですね。で、台湾に行ってる時に行った場所をいくつか紹介しようと思いますが、まず、マリオットグループのデザインホテルみたいなところにね、ちょっとお邪魔してきました。で、写真を撮らせてもらえたので、写真いくつか載せようと思うんですけど、次回泊まるときはちょっとね、こちら泊まってみようかなと思います。で、価格が結構変動幅があったホテルだなって気がするんですけど、安い時は多分1万5000から2万円ぐらいのところから泊まれるホテルだと思いますので、結構ね、おしゃれな感じで、一人で泊まるならバーもおしゃれで、で、スタッフの方が、片言ではありますけど、日本語対応もしてくれる感じがしましたので、こちら結構ね良さそうだったなと思うので、名前って今調べとけよって感じなんですけど、マリオットのデザインホテルの名前なんていうかちょっとねパッと思い出せないんですけど、はい、行ってきましたので、こんな感じのホテルに行ったというのが一つと、まあ観光地でねここは行っておこうということで9分行ってきました。で9分の写真載せますが、台北市内からだと1時間ぐらいですか、30分から1時間ぐらい、私はタクシーで行きましたが、タクシーに揺られていく感じですが、タクシーだと片道ね、4000円ぐらい、4000から5000円ぐらいの間するので、こちらをね、どう考えるかですけど、ツアーのバスとかもあるので、バスで行くのもいいと思いますし、タクシーでも気にならないっていう方ね、それぐらいの価格なら2、3人で行けば、割ってしまえばそんなにっていう気もしますので、はい、どちらでもいいかなと思いますが、ちょっとね、千と千尋ですか、映画のっぽい感じの雰囲気の有名な観光地ですよね。せっかくなのでね、もうメジャーどころも行っとこうということで行ってきましたが、活気ありましたね。コロナ禍の余韻が少し残ってるとはいえ、観光客の方々の数はすごいというのと、日本語がものすごく飛び交っているので、日本の方々もね、かなり行ってるかなという気はしましたが、はい、そんな感じで、素敵ですね。せっかく台湾に行くなら、ここは行っとくべきかなっていう感じはしましたかね。はい、そんな感じです。で、その他、一応ね、やっぱね、インテリジェンスも重要だということで、私はちょっと、軍事系のね、知識が好きだったりするっていうのもあるんですけど、韓国じゃない、台湾の総統府行ってきました。はい。で、こちらの建物はですね、日本が、太平洋戦争の前に建てた建物、日本統治下の時に建てた建物をそのまま使ってるっていう建物なんですけど、多分1919年とか、1919年っていうとワイマール憲法ですかベルサイユ条約とかのイメージありますけど、確か1900その辺に建てられた建物なので、ちょっとねこう私とゆかりがあるわけじゃないですけど、日本とはね関わりのある建物ということと、ちょっとねやっぱ今いろいろなこともあってピリッとした雰囲気もあるので、こういうのもねちょっと文化系のものもね海外旅行では挟むのは結構いいことかなと思いますので、はい、こんなのも見に行くといいかなって、ちょっとピリッとした緊張感のある雰囲気もあり、写真はね撮っていいよっていうことは言っていただけましたので、もちろん許可を取って、こちらは怖いのでねなんか韓国じゃないなんで韓国ってすぐ言っちゃうんですかね。外国に行くとねこう政府機関とかは取ると捕まっちゃうっていうこともあるので、必ずね近くにいる方に、衛生的兵隊的なっておかしいですね、警察の方とかいると思うので、写真を撮っていいか確実にね必ず確認して撮るのがいいかなと思います。はい、ということで行ってきましたというのが一つと、カフェもね海外では私は行きたいので、一つねカフェ行ってきました。こんな感じで、ちょっとねおしゃれで台湾ならではという感じなのかわかんないんですけど、私はなんかあんまそういうのは気にせず調べて、おしゃれだなと自分が行きたいなと思ったカフェに行く感じですが、はい、なんかコーヒーとかね可愛かったりして、このケースがですか良かったなと思います。こういうちょっとしたね若者向けのカフェとか、西洋系のね国に行った時はそういう中性的なクラシカルな建物の中にあるカフェとか入るのはねこう海外旅行の楽しさでもありますし、
チェーン店のね差を探すっていうのも結構面白いと思うので、例えば必ずスタバはあったら行ってみるとかすると、メニューの違いとか建物の違いとか、もしくはそのエリアで一番おしゃれなスタバとかに行くっていうのも結構楽しいと思うので、はいっていう感じですが、今回はこちらのカフェにお邪魔してきました。これもねいいですよね。はい、カフェ一つぐらい皆さんもぜひね、女子力上げたい方、カフェ好きな方は、女子力上げたい方ってほしいですけど、カフェ好きな方はね、こういうのもいいなっていうのをおすすめです。はい。で、その他は、夜最後の日に台湾の結構台北市内の街中に行ったので、街中で散策して気になったのは、一番高いね109の建物と、これ載せようと思うんですけど、三越さんがすごいんですよ。で、三越さんの建物を載せようと思いますが、もうこの写真ではわからないぐらい三越さんが大きいです。面積的にもですし、でかつ結構攻めてると言いますか、若者でもこう行きたくなるような三越さんっていう感じで、台北に行かれた方はね、ぜひ夜に三越さん行ってみてほしいなと思います。10時とかまでは化粧品売り場とかもやってるので、かなり活気あります。若者がみんな夜集まってるっていう感じで、路上でね音楽弾いてるパフォーマーの方とかがいたりして、このねを攻めるの、日本でもね三越さんにどこかのエリアでぜひやってみてほしいなっていう感じがするんですけど、銀座でこれが許されるかって言ったら許されないと思うんですけど、むしろねこう表参道とか、土地ないかって感じですけど、原宿とかにあってもいいぐらいの雰囲気だったので、どっかね地方都市でもうがっつりこれぐらい攻めた三越さん作ってもらって、その三越さんに人を集めるぐらいの威力があるぐらい面白かったのでね、ぜひこちらも行ってみてほしいなと思います。で、あとはちょっとこちらはもう写真を載せるだけになりますが、アンダーズさんとパークハイアットさんですかが同じ建物に入るっていう高層ビルをね、その三越さんのとか109とかの、すぐ近くにね建ててるので、こちらねできたら行ってみたいなと思いますよね。連泊ですかね。アンダーズパークハイアットみたいな感じで、ハイアットグループのホテルも新規出店ということで、こちらグランドハイアットさんも結構近くにあるので、あのエリアをねハイアットで制圧しようとしてるんじゃないかっていうぐらいですけど、ということでちょっとねその建物の視察に行ってきました。はい、ということで、観光はねおおよそこんな感じの台湾滞在になりましたかね。その他はいいかな。はい、そんな感じでした。で、滞在して感じたことですね。台湾に対する印象はやはりね、日本と関係が割とあるというか深い国で、震災の時とかにねいち早く日本にこう支援の言葉とか、もしくはお金の援助とかをしてくれた国でもありますので、日本と関わり深いなっていうのは言って感じます。日本のお店もたくさんありますし、日本人って分かった時の、ね、対応もこうなんかこう親近感あって親日国なんだなっていうのはすごく感じたので、なんかこう海外に行ってるっていう感じがあまりしなかったなっていうのが本当のところで、日本のちょっと違う文化圏の一都市に行ったっていう感じで、私の感覚は初めてね沖縄に行った時の感覚とそれほど大きな差がない感じで、なんか過ごしやすかったですし、なんか緊張感が割とどんどんなくなっていって、そんな感じでした。なので海外旅行に行くっていうより、次回は日本のね一観光地に行くような感じで行くぐらいの距離感のこう精神的なね感じがしたので、はい、そんな感じで行けるよっていう感じで、なんか人がねそれもあって結構あったかい感じがしたので、終始居心地良かったです。なので、アメリカに行くとかヨーロッパに行くとか異文化を感じるっていう具合よりも、一つの海外としてですけど、日本とね仲の良い国として楽しみに行くのはいいかなって感じがしたので、過ごしやすく気持ちのいい滞在だったなっていう感じがします。で、治安はいいんじゃないですかね。夜ブラブラ私も一人でね歩いてるわけですし、女性の方もねたくさん歩いてるので、女の人が歩いててもそんなリスクがある国ではないかなと思いますので、基本的に栄えてるエリアにするのがいいとはもちろん思うんですけど、危険なエリアにねあえて行く必要はないかなと思うので、海外旅行に来て日本でもあえてね歌舞伎町とかばかり行くっていう海外の方もいないと思うので、
まあちょっとねディープなエリアは、どなたかと行くとか必ず安全を確認しながら行くとかするべきだと思いますけど、その他の場所は結構自由に歩き回れるかなっていう感じで、こちらはね日本にいるのと何ら変わりなかったなっていう感じがします。まあそういう感じもあったり安心感もあったりしたので、そういうねストレスがなかった滞在になったかなと思いますが、はい、そんな感じの滞在でした。で、言語的な問題は、日本語は私はもうちょっと日本語が通じるエリアがあるのかなと思ったんですけど、こちらは思ったよりも通じないなっていう感じはしたので、ホテルとかでは片言でちょっと絡んでいただける方もいるかなっていう感じですけど、日系のホテルでなければ、基本的には通じないと思って行った方がいいと思います。私の感じではですね。で、英語はホテルではもちろん通じますし、タクシーとかでもほとんどの方英語はね対応いただけてたんじゃないかなって気がしますので、英語が話せれば困らないという感じですし、ただ、向こうの方も英語がフルっていう感じではないので、片言同士みたいになってもなんかねナチュラルにいっちゃうっていう感じはするので、こちらもあまり気にせずに行って大丈夫かなと思いますね。移動がタクシーとかの方は、Uber とか使っちゃえば会話をする必要もないと思いますし、その他もね電車とか使えば事前に調べていけば大丈夫だと思いますので、親日国ということもあるので、困ったらね話しかければ助けてくれる方は多いかなと思いますし、意外とね年を取ってる方ほど、日本の戦争との関係もあって日本語教育がされてちゃったりすると思うので、通じるっていうこともあると思うので、困ってね歩いてればちょっと話しかけたらね話せる方も結構いるんじゃないかなって気はするので、はい、ということで割とね、日本の方が行っても安心の国の一つかなっていう感じはしました。はい、ということで良かったです。以上って感じですかね。はい、ということで今回は台湾滞在ですね。で、ホテルは、総じて言っておきますが、全て良かったです。なので順番も結構ベストな順番でいけたなっていう気がするので、それぞれにね、いい個性があって良かったなと思います。写真とかでも載ってますが、ちょっとだけね、最後にホテルの魅力だけですけど、シャングリラさんはちょっと街中からは離れてるので、かつ高層階にプールがあって、プールが、壁がないというかガラスがないテラスみたいな、プールサイドの席があるんですけど、からの台湾市内の眺望がかなり美しい、夜景もかなり綺麗なので、高度感でちょっと離れたところから街中を映せる夜景はなかなかないと思うので、写真撮りたい方にも最高のホテルだったなっていう感じがします。で、マンダリンオリエンタルさんは、フォーブストラベルガイドで台湾で唯一5つ星を取ってるホテルということで、ホスピタリティとかね施設の中の雰囲気は抜群でしたね。ということでこれはまたさすがだったなっていう感じで、そういう魅力のホテルかなっていう気がしました。アフタヌーンティーとかも優雅なね感じ出てましたね。私はアフタヌーンティーには行ってないですけど、食べてる方を見てるとそんな感じがしました。はい、で、最後の W さんは、これが私としてはシャングリラさん、マンダリンオリエンタルさん、 W さんの順番だと香港系がラグジュアリー寄りなんで、この順番で良かったのかなっていう感じはしたんですけど、結論良かったです。で、W さんのホスピタリティがまず予想以上に良かったっていうことと、施設の雰囲気とかもまたね前の2つとは違う雰囲気で、それはそれでね洗練されてる感じで、若いエネルギーもありつつ街中すぐね歩ける立地も最高ということもあって、単純に最後の W さんめちゃくちゃ楽しかったホテルだなっていう気がするので、もし3泊するなら初めて台湾行かれる方はこの順番いいですよ。シャングリラ、マンダリンオリエンタルさん、 W さんいいので、これはいい順番だったなと思いますね。もしどなたかが私と、台湾一緒に次回初めてで行ってみたいってなったら、もしかしたらまるっきり同じルートをたどるかもなっていう感じの3泊になったので、どのホテルもね素敵だったので、ぜひね3つとも見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、今週金曜日から3週ですね、台湾のホテルご紹介したいと思いますので、楽しんでいただけたらと思います。では楽しんでくださいとおかしいですね。3つホテルよろしくお願いします。では失礼します。ありがとうございます。